시작! 자석!しっかり意識して潰れないように3点3点しっかりしっかり続いて大丈夫大丈夫顎意識転んですぐ当たりに行くじゃあお願いします。お願いします。今日は生姜焼きと、鍋が鶏野菜味噌、生姜焼き、照り焼きチキン、焼きそば、ベーコンエッグで、あとサラダだけなんか適当に作ります。あ、そこに味噌ない。カメラ買おうかな。それカメラそれ。みんなの動画撮ろうかな。何してるかで差し上げる。あ、素材提供してくれるの。ありがたいっすよ。日常生活。
1日のルーティン。1日だけ誰よりも早く起きて、もうみんなの久保井さんの教室に行くまでのルーティンをと。いつも何時に起きてるんです僕ですか、か？はい。もうめっちゃ遅いです。もう稽古してるときは、6時50分ぐらいですね。 6時50分ぐらい。はい、に起きて、なんかダラダラして、7時15分に下降ります。で、ぐらいですね。で、稽古して、まあ、最後まで残って終わったら、職場戻ってきて、なんか大体やるっすね。下7時15分ぐらいに降りてきてからは、稽古までどれぐらいあるんですか？稽古まで15分しかないです。あ、7時半から。7時半から稽古なんで。早いです。兄弟子なんかな、お前もな。もう、前も言われないです。松田さんぐらいです。あ、新弟子はもっと早いですか？新弟子は早いですね。鍋行きまーす。新弟子は夜中の2時に起きないといけないんです。早すぎや。早く。え、そうなんですか？起きろよ、お前じゃ。もう新弟子じゃない。もう、新弟子は、人によるんですけど、大体6時過ぎぐらいですね。そんな早いねやろ、あいつら。早くないですかね。もう30分ぐらいですね。いいか。早く起きて何するんですか？まあ、何もしないで、ね、とりあえず起きて、まあ、準備とかあるんで、稽古場の。はい。うちの部屋の中で新弟子で一番早いのは砂坂ですね。砂坂。砂坂君が早いですね。いつも稽古場にいるし。ゲーム好きなんですよ。エーペックス友達も好きですね。YouTube で何かってんの？エーペックス友達。バトルロワイヤル系が好きではい。募集してます、友達を。ランクを盛るために。だからやってる人おらんか、 YouTube 見てる人に。わからんよ。意外におるかもしれない。そんないるっすかね。コメント欄に友達追加お願いしますって書いてある。募集、エーペックス友達募集する。意外とそういう現象が多い。うん。俺だったら一回馬ぶってるのを友達って結構海外の人も多いっすね。見てますから。海外強いからな。ゲームマジ強いからな。それによるよ。モンスターだよね。これ軽く焼いてる。タレつけおお。漬け込んできます。照り焼きいいっすね。朝秀さん、ちょっと前のはいはいはい。多分前の撮影の時になんか質問募集とかしたじゃないですか。はいは多分いくつか来てて、はい。ちょっとそれ答えてもらってもいいあ、いいっですか？すいいっす。はい。なんかこの毎日のこのちゃんこ、はい。なんかそのメニューってどうやって決めてるんですかみたいな。メニューは僕じゃなくてちゃんこ町の朝新庄さん決めてるんですよ。でこのいろんな具材とか差し入れとかもあるんで、例えばこの今日は豚肉が結構あるから豚肉を使ってなんかしようとか、で、野菜とかも差し入れくるんで、その野菜使えるメニューとかで、あと味かぶらないようにとかいろんなこと考えながら新庄さんがやってくれてるんで、僕らはそのメニューに従ってその下の子たち材料切りして、で僕たちが一緒に作ってって感じで今やってますね。なるほど。はい、じゃあちょっと新庄さんにもまたそうですね、新庄さんにはいどうやってメニュー考えてるのかって聞いた方がいいかもしれないです。他にもあったんですけど、はい朝秀さんはなんか自分のために自分が食べるように作る料理で、はいなんか好きなものありますか？僕白ご飯があんまり得意じゃなかったんですよ、もともと。なんでその米は食べなきゃいけないっていうか、やっぱ体作るのに食べてたんですけど、ご飯にやりついてたら食えるんで、そうチャーハンオムライスとかはなんか小学校の時から作ったりはしてて、だからなんか
自分で食べるってなったら結構そういうのを作ったりしますね。おお、なるほど。チャーハンとかもなんか元とかあるじゃないですか。ああ、使わない使わずに。はい、チャーハンは僕は塩、胡椒、味の素、鶏ガラスープの素で作ります。具材とかはなんかこだわりあるんですか？いや、具材もなんか冷蔵庫に入っているものを適当に探しながらやりますね。なんか玉ねぎいっぱいあったら玉ねぎみじん切りしたりとか、ネギでやる時もあるし、あとこういうベーコンとかねでやる時もあれば、チャーシューとかの差し入れくるんで、それ刻んでチャーハン作ったりも、好みじゃないですか。味付けってチャーハンにしてもラーメンにしても、うまいまずいって自分の好みだと思うんで、僕は結構味濃いめのやつが好きなんで、チャーハンにしてもラーメンにしても結構味濃いめのやつ食べちゃいますね。家系ラーメンの時はチャーハンではないですよ、でも。いやもう家系っつったら白飯っすよ。ですよ。あんだけ米に合うラーメンってないんですよね。家系しか。一番のお供ですいやマジでそうです。家系うまかったよね。はい。東京でも本当にやりたいですね、外食企画よね。いね。や、やりたいっすね。何するかっすね。でもビリーザキットってみんな行くんですよね。ビリーはみんな行くっすよ。ビリー行きたいよね。新弟子マジではめたいっす、飯あれで。はめたいってどういうことですか？もう飯で可愛がりっすね。大半するって思います。ちょっと桜井兄弟子が「あ、行くぜ!」って連れてく感じでな。でもビリーザキットだったらもう逆にあれステーキさ400やんか。何枚ぐらい食える？いやーどうすかね。でもあれだけあったら飽きるじゃないですか。肉だけやったら何枚食えるかな。肉だけやったらでも10は絶対超えるっすよね、あんな。4キロ 10？ 肉だけっすよね。4キロいけるかあれ。10枚いけるくないですか。10枚はいけると思うけどな。これ楽しみっすね。やりましょうよ、ちょっとそれを。10枚食えるのか食えないのかチャレンジ。肉だけだったらいけるくないですか。10枚食えたら YouTube 持ちで、10枚食えんかったら自分持ちで。高ないですよ、めっちゃビリって3万ぐらいいきそうっすね。4万。 10枚。 10枚はいけそうじゃないですか。どうなんですかね。肉だけっすよね。食ったことあるっすか10枚？ 10はないっすよ。いけそう、いけでそも肉だけやったら全然いけるか10枚。多分6枚余裕だと思います。6枚余裕でそれを食ってから結構きついぞ。いけると思うんす絶対あんな。6枚まで余裕でいったらあと4枚かって思ったらいけるっすよ。言いましたからね。言いましたよ。でも10枚は肉だけやったら昨日も飯食った後にうどん3玉とお弁当1個食ったんですすごいね。これかけてでももう一回うどん食おうかなと思ったんですよ。なんですけど面倒くさくてやめたんですよ。腹いっぱいじゃなくて面倒くさくてやる。面倒くさくてやるな。腹いっぱいじゃないんですよ。すごいな。なんかラーメンよりうどんの方が食えるっすね。うどんとハーフでうどんの方重く見えるけどあっさりしてるから。そうっすよね、多分。確かにラーメン5玉いけって言われたらきついかもしれんけど、うどん5玉余裕っすよね。うどん3玉余裕だったっすよね。あれこんなもんか。こんなもんか。うどん。翔平さん今日はもうこれ監督ですよ。今日はあんま映らないようにしようかな。いや、ガンガンと立ってください。でもどうしても何も得ないっすよ。いや、お前が言うな。お前が一番食うから。
やっぱ全部夜がピークっす。別にしちゃってください。え、夜そんな食うんですか？自分そんな食わないです。あ、食わないんですか？はい。最近あんま食わないの。まだ食えるよねでも。はい。食おうとまで食えるんですけど、最近あんま食おうとしないっていうか、あんま自分が抑えてるんですよ。抑えてるんですか？はい。なんで？今度あれやりましょうよ。あれも普通にはい。マクドとかはい。持ち帰りでやってきてやりましょうよ。あ、部屋で食うってやつ。部屋であ、いいっすね。マクドは、マクド何個食えるかチャレンジみたいな。マクド俺4個で無理かもしれない。得意不得意があるんですか、そこやっぱ。なんなんステーキでは10枚食えるのに。マクドでパンつらいっすか？パンがきついのか。そう俺パン派やから俺。パンめっちゃ無理なんですけど僕。週絶対したいってことで。同じもんは。でもあんな潰したらちっちゃいですもんね。何が得意かな？甘いもの。あ、甘いもの。甘いもの得意っす。スイパラとか聞いてもおもろいんじゃああ、ない面白いっすね。行ってみたいんですよ。米だとか。ですか。米だおもろいか。なんか普通にお茶飲んで終わりそうだ。何がいいかな。あんまあれそんな食えへんよね。確かに。中華食べ放題って言われても嬉しくないんです何が嬉しい？よ。焼肉っすねやっぱ。ああ、焼肉は嬉しいんだ。これ食べ放題です。ちゃんですね。こっちゃんです。無限に食えるっすよ。無限に食える。ラーメン食べ放題もそんな嬉しくない。デザート食べ放題は嬉しい。マジ？デザート食えるよ。しゃべをめっちゃいいっすよね。あ肉デザートもあるし、寿司もあるし、アイスもあるし、いっぱいある。ででも逆に普通に牛角とかおー焼肉キングとかもおもろそうですけどね。焼肉キングだったらデザートも結構いけますよね。デザートも食べ放題でうんす。でももう絶対元取れるっすよね。5人分の元取れると思うんですよ、僕。やば。だって僕朝前進とはい2人で牛角行ってタン塩を2人で100何人前とか食ってたんですよ100な、何人前っすか？はいでも見てもあるわ、そんな。2人で110何人前食ったんですかね。それ、なんか言われなかったっすか？お店から。いや何も言われなかったですけど途中から多分解凍間に合わなくなってカッチカチなやつ出てくるんですけどカッチカチなやつの方が僕ら焼きやすいんですよ。もうそのままパンパンって乗せれるからなるほど。解凍と僕らに食べるスピードの方が速いんで追いつかない。や追いつかない。ばいっすね。タンが好きなんですね、結タン好きっすね。構。まあ、タンうまいっすよね。でも牛角は牛タンよりトンタンの方がうまいんですよ。牛タンはなんかちょっと縮むし、こう焼いてもちょっとパサつくんですけどトンタンは結構いい感じでありするんで僕はいつも牛角の時はトンタン食べに行く。そうなんですね。東京の牛タンとかちっちゃくないですか？薄いの嫌いなんですよ、僕。いや宮城県出身じゃないですか。日立マジで、日立ちっちゃいの、まずうまくないんですよ、そんな。まあ、うまいはうまいですけど、あこの分厚い方がやっぱうまいです、食べ応えあって。持ってこいよじゃあ。いやいや、高いですよ、めっちゃ。高いんで。大体お祭りとかも、あれ、ちゃんとした牛タンじゃないらしいんですよ。みんなよう食えんなと思って、そんな高いの。これ生姜焼きのタレです。はい桜井君が作ってくれました。味は保証しません。みんなの生姜のあれですね。薄いとか濃いとか。大丈夫だと思います。全然違うジャンルの質問なんですけど、はい。朝シユさんの初恋の話をしてくださいって初恋めっちゃ違うじゃんね。初恋か。いつやろ。多分小学生の時だと思うんですけどね。全然記憶には全然ないんですけど、でも友達とかが
なんかこの子好きやったんやろみたいなことをよく言われるんですけど、どうやったんやろうなと思いながらも、おまあでもその田舎なんでもう本当に小中全部一緒やし、こんな長い子2歳からずっと一緒とか、おお2歳から中学卒業まで一緒とかなんで、なんかあんまりその幼馴染なんか多分ちっちゃい時好きっていうか、ただ単にその恋愛感情なのかどうか分かってなかったのかもしれないですけどね。彼女ができたのはいつなんですか、初めて。彼女ができたのはいそやろ初めてはい。中学生とかじゃない。おお同じ中学の。はい、まあでもね、中学生ってそんなもんじゃないですか。一緒に帰ったりとかしたんですか。いや僕ら稽古だったんで。あそっか。部活とか中学ではないんです一応そのクラブチームみたいな感じで所属してたんで、うん学校終わってそこから道場に移動して稽古して家帰るって感じです。なるほど。じゃあ中学の部活には所属してない。まあそうですね、一応なんか相撲部って形にはなってたんですけど、へえ。課外活動的な、課外活動っていうかあれですね、うんその学校で活動するんじゃなくて近くの道場で、それが玉成さんとか一緒にやってました。あ、同じ三重の。同じ中学で、はい。そうなんですね。そうですそうです。さくちゃん焼きそば作ってて、はい、初恋の味は忘れられない。初恋は逆に桜井さんは僕中3ですね。中お3ちょっと前やんけ。ちょっと前ですね。確かにちょっと前ですね。どんな子だったんですか。どんな子？めっちゃ静かな子はおとなしい子だったんですけど、なんか突如別れました。お付き合ってたんや。付き合ってます。付き合ってます。付き合って初て。恋が。おすごいね。いいやん。今はいないです。フリーです。フリー。募集中らしいです。募集中ではない。まあ決まってはない募集はしてるっすね、一応。まあ来たら付き合います。多分絶対来んやろお前のとことか。え？みんな親しきめやがって。来てね付き合いますちゃうねん。いや最近別れたんですよね。あ、そうなの？そうなんですか。最近別れて、最近別れて、でもなんかフリーになったんですよ。最近本当1週間前ぐらいまで付き合ってたんです。めっちゃ最近じゃないですか。はい。もう吹っ切れてるんで、もうはい忘れました。いつから付き合ってたんですか。でもそんな付き合って3ヶ月しか付き合ってないです。1月の13とかで付き合ってます。めっちゃ覚えてる。かわいい。 3ヶ月前なんでさすがに覚えてます。なんか別れたっす。なんか別れました。悲しいですよ。振られたんですか。振られちゃった。いやまあ振っちゃったっす。話し合いのもとっすか。話し合いのもと別れました。僕がどうしても年上好きなんで。あ、年上だったんですね。はい。好みの年齢は？あ、好みの今何歳？今僕18なんですけど、好みの年齢は？好みの年齢がで30から30から40ぐらいですね。お父さんと浅野城さんが同い年なんで、そう考えると38、9って若いと思って。いや若いですよ。お父さんでも何でもできるんですごいんですよね、僕のお父さんが。お父さん何してんの？大工さんですね。あ、そうなんや。スポーツもできてるんで。いや、僕多分お父さんにいたんですけど、身長は似なかったですね。あ、身長高いんですか。お父さんめっちゃ高いんですよ。180なんとかなんですよ。そんなんねや。近くなんぼ？ 174号ですね。まあまだでも伸びるんじゃん。いやもう伸びない。ちょっと照り焼きのタレで煮込む感じで染み込ましていきます。あ、うまそうっすね。はい。これで照り照りになるんで。
照り焼きっていうかもう照り煮っすよねほんまに。テロップかけてもらえよ。中野君も途中です。別れたばっかりですが早いっすねマジで。どうなんすかね、別れた後ってすぐ付き合ってもいいんすかね。変なやつ今の彼女別にもう別れてるからな。年齢以外にはなんかどういう人がいいとかってあるんですか？優しい人がいいっすね。優しい人。優しくて性格が良ければいいっすね。性格っすね。顔とかあんま気にしないっすね。どういう性格の人が多いですか？なんか僕あれが嫌いなんですよね多分。連絡がこまめな人嫌いですね。なんかめっちゃすぐ返されるのが嫌かもしれないですね。おあ、じゃあそこは桜井君のペースでやれるといいなって感じ。一日何通かでいいってこと？そうっす。だから何通も来ると LINE とかも返すのだるくなってきて、でも話すの苦手なんですよ。連絡あんま豆じゃない人がいい。豆じゃない人がいいですね。自由にさせてほしいってことやろ。そうですね。行きたい場所とか任せるっすけど、そう連絡とかはちょっとあんまあれっすね。なんか意外だったな。結構 LINE 張り付いてそうな感じしたけど。常携帯いじってそうなイメージあるっすよね。あと行く場所とか行きたい場所あるんだったらすぐ決めてほしいです。だから時間が無駄じゃないですか。そういう話は LINE にしていいんですけど、そういう話こそしないから嫌いになっちゃいました。桜井君はなんかそういう時なんかここ行きたいって自分で言うタイプですか？いや任せます。僕は任せるあんま自分が行きたいとこないんで。飯屋さんぐらいやな。飯屋さんか、まあ、ちょっとスタバ行きたいなって感じですね。じゃあ結構サバサバしてる感じの人の方がいいんですかね？そうですね。でも逆に年齢離れてたらやっぱ可愛いたがるんじゃないんですか。そうですね。で、だから遊びに行ってくるって言ったら、写真ちょうだいって言われるから、そんなって束縛が激しい。それはめんどくさいな。信用されてないのかなと思って。信用ないやろお前に。お前信信用ないやろ。ないんすか？どこに信用できんのお前の。いつも卵焼きばっか作ってたんですけど、今回は目玉焼きっすね。最近目玉多くないですか？多いな。なんか卵焼きが多い時になれば目玉焼きが多いですよね。なんか交互がないんですよ。今あれなんですよ。卵焼きの時はお客さんがいる時なんですよ。ああ、なるほど。お客さんいる時は卵焼きで、まあ数っていうかまあ人数して、で今日も目玉焼きはもうお客さんいらずまあ力士。基本お相撲さんって目玉好きなんですよ。おお、そうなんですね。目玉だともう米にもありますし、何でも合うんで。米に乗せてぐっちゃぐちゃにして食うんですよ。そうなんですよ。ああ、だから醤油かけたりとかいろいろしてかけますはい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 それがめちゃくちゃうまいですよ。なるだから基ほど。本的にもう目玉焼きですね。お相撲さんの時は。目玉焼き、はい結構なんか何かけるかみたいな話あるじゃないですか。ありますね。何もう自分だったらまあマヨネーズとか、マヨネーズ。はい、合うんですよ目玉焼へき。それをまあマヨネーズかけて米にのせて一緒にかけまず食うとめちゃくちゃうまいですよ。まあ体にやったら悪いと思うんですけど。何でも体に。ってなんやろうな。俺も醤油いったぐらいだね。まあ醤油が一番なんか合うっすね。ベーシックでもな気が塩コショウもかけるっす。塩コショウと醤油っすね僕。ソースもある。今日頑張ってなかったらどうする？はい。今携帯で別に何でも見れるやん。今のソースね。
あれ変わってるんじゃん。変わってるっすか。他の少ない部屋ともそんなに大きさって変わんないですよね。稽古場の広さですか、はいあんま変わんないと思いますよ。ですよね。練習のその効率とかってちょっとやっぱり多いと下がっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、その辺ってなんかどうなんですか？例えばこう下から番付下からの試合していくじゃないですか、で最初に本当新弟子からやって序の口序二段3段目で幕下で僕らとか幕下から入ったりしてたんですけど、それまでに僕らも体作る時間っていうかアップして相撲を取れる体を作る時間に当ててたから、なんか僕は僕でそれはこのちょうどいい時間やったんですね、アップするのに体温まって相撲を取るまでにいい時間やったんですね。時間的には結構かかるっすけど、であと膝も悪かったんでテーピング巻いたりとかストレッチしたりとかもしてたから、僕は結構その一つの土俵で順番にやってもらった方がやりやすいですね。逆にこれが例えば土俵が2つあって、こっちは下からこっち上からってなったら下のやつが結構見れないし、だからなんか効率を考えたらその二面土俵とかの方がいいかもしれないですけど、でもやっぱこのそしたら親方も両方見なきゃいけないからし、一つこう集中で、みんながこう見てる中やる方がやっぱ緊張感も増す。なるほど。多分もう5人10人とかって増えたとしたら、なんか2部練とかになったりしたら結構変わってくるなと思って、もしやるとしたら、降りる時間をちょっとずらして、番付順に例えば、今7時半から全員で踏んでるんですけど、7時、7時半、8時って分かれて、で結局で相撲を取るのは2人だからあれですけど、その周りで体を動かす四股踏んだりとかすり足できるっていう広さが前とやっぱきついんで、それやったらその稽古時間をちょっとずつずらして、一番最初のやつ四股踏み終わったぐらいに降りてきて、すり足入ってる時周りで四股踏んでとかもできるので、そういうのは一つありかなと思うんですけど、もっと人数が増えてきたら、もう試合する前とかぶつかりやるまでの周りにいる時間っていうのは結構自由なんですか？そうですね、やっぱこう自主性のある子は何も言われずにやることやるんで、言われないとできない子もいるから、まあそれはでも人それぞれなんで、土俵に上がればね、もう個人プレーヤーなんで、だからこそなんかもうそこはもう自分たちのね、意識とかそういう気持ちでやっていくしかないと思うんで。確かに自分でそうですよね、考えてこれやろうっていうふうにやると結構動き変わってきますよね。そうです、だからそれで僕たちも、その例えば指導するじゃないですか、もっとこうしろああしろとか言って、指導しても指導して理解しようとすることそのまま「はい」って言ってること見てたら分かるんで、その中でやっぱハムはすごい頑張ろうっていうのが僕に伝わってくるんで、だからみんなに結構声かけられたりとか、飯食えとか、稽古しろとか、であいつはでも言われたことをやろうとするんで、可愛いんですよね。なるほど。だから、ね、今飯とか稽古辛いと思うんですけど、強くなってほしいですね。だからこんなん考えるようになっておっさんになったなと思います。いやーでもフライパンいいっすねこれ。僕育ててるんですよ、頑張って。育ててるんですかこはれ。どう育ててるんですか？い。いや、しっかり油コーティングしないとくっつくんで、久しぶりに使うからちょっとやばいかもしれないです。
じです。どうですか？うまいっす。味の素なかったから、塩コショウ、鶏ガラスープの素で醤油で香り付けだけです。ご飯の具合も結構いいですね。いいパラパラ、はい次でもあれよりもっと火通しすぎると逆に次米硬くなるんですよ。いや普通に中華料理屋とかでできたら嬉しいやつですね。嬉しいチャーハンです。はい。しっかり米もおろしておかけください。むっちゃんです。おお、それでカメラ入ってますよね。チャーハンの腹決まんねんけど。ごめんなさい。最大限チャーハンうまいな。味はうまいですか？あそこチャーハン有名なの。つけてる。あそこめっちゃ人入ってるよな。結構いっぱいです。インスタ見とったら錦糸町ガストなんかチャーハン有名な店とか言って。気づいたっすねよく。あ、もう売り買いました。バスでバレるぞ。で、俺にバレて帰るっつって。俺が、まあ、これあれじゃね、増加じゃねっつって。で、福井さん、帰ろう。今すぐ帰ろう。それにバレればよかったです。素晴らしいジェネレーションだ。いい食べっぷり。確定に使ったら怒られるぞ。僕ですか？おかわり全部おかわりよ。ああもう。おかわりよ。兄に新聞はい。焼きそばこれ全部食えじゃん。いやーきつ。焼きそばこれきついですね。ああ、ここでお絵かさとして言って。また来てください。バイバイは。リュウ君バイバイ。リュウ君。じゃあなリュウ。また来いよ。マジ。力違ってよ。誰が教えたんですか？いやなんか
不思議だなと思ったんです。ガスさ確かに不思議だった。何やってんのかな。なんか演技なのかなんか。みんな言うな。だって関取も来て。初めてこの人だけ変わってなんか。俺めっちゃ怖いって言われるんだけど。小学校の頃から知ってるからさ、俺からめっちゃ顔可愛くてな、ちっちゃくてな、ほんまにおとなしくて、テレビはもううるさかったんやけど、ちっちゃい子が。ああ、元から元からうるさかった。手欲しいな。煮干しはあんまり好きで好きで、しそは好きなんですよ。しそおにぎりとか好き。ギャップでしょ。ギャップでしょ。匂いだけ。いいね、ライキさん飯追い込んでるね。カメラ回ってると違うな、おいライキ。いや全然追い込んでないです。おいっぱい食っちゃうライキ。おい。真面目なんだ、ライキな。小さい小さい時から仲良いじゃないですか。11年。My mother is missing. おじいちゃんおばあちゃんとか。結構いい感じだよね。鶏ガラと。色違うっすよ。色。俺も食べて。後ろ見えた頭。後ろ見えた頭。進むっすか。米進むんですか。進みますか。米だけだとしんどいんで。ライト俺ら1個下よ。40歳ぐらいのもんだって。青ひげで。脱毛しようかな。いいだけ。でも青いの治るんかな。青いは治るらしいです。あ、そう。生えてくる日数が俺もなちょっとそこがちょっと青くなってきた。いや、ウィンチにさっき言われて、なんか昨日言われて、このウィンチ。めっちゃうまそうじゃない。流れでいって金土がまだタイムがなくなるから。そうですね。午後は何されるんですか。とりあえずご飯食べて片付け終わったら自分はいつも寝ます。昼寝してそこから掃除してで、ジム行くみたいな。あ、ジム行く。ジム週どれぐらい行くんですか。だいたい週3、4くらいですか。すごい。どこをやるんですか。部位的には。いやもう本当日によって違います。分けて分けてるんですよ。足、胸とかもやるんですか。いやもう全部。本当いろいろやるっす。下まで。ベンチプレスとかどれぐらいいくんですか。ベンチプレスは140。おお。さすがっすね。いやもう全然140ですか。あ、すごいっすね。だって全然ね、今体重が97です。97で140上がるっすか。いや全然っすよ。いや、すごいっすよね。もうちょっと上げたいです。じゃあもうちょっとあれじゃないのもっと食った方がいいですよね。めっちゃ飯が一番嫌な。目の前にあるのはちょっと食べないとね。マジで本当飯だけはマジでなんかもう美味しいで終わりたいもんな。それ痩せる。いやもうとりあえず全然痩せる。本当回数で食ってるスタイル。あれ？夜食多いですよね。膝枕して。夜食気づいたら一緒に痩せるからな。水分でも15分かかるですから。
やって出すけどなんかもう続かないですね。めんどくさいし。なんかうまいあれできたらいいですけど、こんなもんどこですか、稽古場でやればいいんですか。俺でもこっち来る前も早いの。1時間後に腹減る。すごいっすね。大変ですよ。いやもうこっちの飯がきつすぎる。作るしんどさより食うしんどさの方がしんどいからマジでなんかお腹空いた時動けない時あるんですよ。腹減ってるけど動けないっていう時にポンうわーってめっちゃ張るよその時、オレンジジュース